アクアリウム初心者のおっさんが魚と暮らすため、ゼロからやってきた水槽が完成しました。もういきなり完成映像を見せちゃいます。これが僕がずっと頭に描いてきた水形です。細かいところで変更はありましたが、これが僕の水槽です。じゃあそれでもまたってわけにもいかないんで、今回は油膜取りフィルターのこと、追加した水草の紹介、スネークヘッドの様子と給餌、あと紹介してなかったツールワゴンについてお話しして完成動画とさせてください。まず34番目の動画で紹介したジェックス E ロカを使った油膜取りフィルターについてです。とりあえず運用してていい感じなんで、これのメンテと最終作業をしておきます。まず分解して汚れの方ですが結構吸い取ってくれててヘドロみたいなのがかなり溜まってます。ウールマットの状況を見るともう少し早めにウールマットだけでも交換した方が良さそうです。この露材の方に一応バクテリアがいると思うんで飼育水で保管しつつこの汚いのは全部洗ってきます。インペラーもそれなりに汚れてましたね。で、このジェックス E ロカ PF201 は吸水スリットが画面のように斜めになってるんですね。これを水面と平行になるようにフィルムを巻いてたんですが、ヘアゴムで留めてただけなんで、この辺を完成させます。コーキングを使いたいんで、硬化まで時間がかかることを考えて、露材は遠心ネットに入れて、別水槽に避難させます。ちょっと追加でバイオロカリッチも足しました。で、プレミアムモス水槽の方に入れて保管しておきます。別にこれくらいの露材の量ならわざわざ保管する必要もなさそうなんですけど、せっかくバクテリアもついてると思うんでこんな風にしておきました。で、フィルムの方はバスコーク N の黒でケースにがっちり貼っちゃいます。これは塗りたくって貼り付けるだけですね。浮いてこないようにマスキングテープで固定して、フィルムで隠れたスリット部分もコーキングで埋めておきました。で、これちょっとカメラで撮るの無理だったんで、隙間になりそうなところを埋めたんだなくらいで見ておいてください。で、1日放置して、シリコンが硬化したらマスキングテープを剥がします。こういう時テープを引っ張り上げないで、平行にゆっくり剥がすと、粘着で下地ごと剥がれちゃう可能性が低くなります。下地が弱い時に色々使える技ですね。で、しっかり貼り付いたんで、全部組んでいきます。露材を戻して、ウールマットも入れて、ケース側にも露材を入れて、インペラーと蓋も戻して、今回から水流が中央に戻るようなシャワーパイプの向きにしました。水槽全体で言うとメインの流れがこっち側で、油膜フィルターがここにあって、こっちに向かって弱い水流を作ります。これ肉食魚の糞のことを考えて、奥まったところが滞らないようにしたいって考えました。これを設置して、E ロカ PF201 を改造した油膜取りは完成になります。もう水槽の中ではどこにあるか全然わかんないと思います。そして前回ほぼ完成って言ったのに、また水草を追加することになりました。こちらのクリプトコリネウェンティブラウンです。これ茶色い水草がどうしても隙間に欲しくて、クリプトコリネウェンティグリーンがちゃんと成長してるんで導入しました。そして、こちらのクリナムアクアチカナローリーフです。これ僕の中ではボスクラスの水草で、ちょっと導入に踏み切れなかった理由があるんで、これは後でお話しします。クリプトコリネウェンティブラウンはいつも通りロックウールを外して株をばらしてから水道水で清掃です。トリートメントの方ももちろん行います。今回は水草その前にではなくて、水作水草クリーンを使ってみます。5パック入っているので、安いのもあるんですが、なんか1袋ずつ買うのが面倒だったんでって感じです。で、水を溶かして、そこへ水草を入れるのは同じですが、つけておく時間が5分と指定がありました。水草その前にの半分ですね。そしてクリプトコリネウェンティブラウンを植栽しておきました。位置はもう決めてあったんで、まずこの左の真ん中くらいと、中央のちょい左、ボルビティスの前、あとは右の少し奥で、バリスネリアの足元を隠します。この水草が茶色っぽくなって、差し色になってくれたら最高ですね。そしてこちらのボス、クリナムアクアチカナローリーフ、ずっとこれを入れたかったんですが、この水草って
すっごい主張が強いんで、どうもこれ起点で推計を考えらんなかったんですね。なので、ほぼ全体が固まってから、最後にワンアクセントって感じで入れたかったんです。だけど、思った株が全然見つからなくて、実はもう諦めてたんですけど、最後の最後で見つけてきました。地元のモアアクアガーデンの水槽の一番奥の方に、あんまり人気なかったのかずっと売れ残ってたみたいで、何回も言ってるのに今までなんで気がつかなかったんだろうって感じなんですけど、タグもこんな風に苔だらけになってました。そして水草自体にも少し苔があったんで、新たにエビに頑張ってもらうことにしました。こちらのヤマトヌマエビ導入です。南ヌマエビと比べて苔取り能力がどうこうっていうことより、何匹いたらどのくらいの苔処理ができるっていう基準みたいなものを確かめたくて、南ヌマエビは繁殖するんで、その辺がちょっとつかみにくいんですよね。自分の水槽で南ヌマエビしか見たことないんで、ものすごくでっかく感じます。ちなみに10匹買ってきました。水合わせを済ませて、避難用水槽に入ってもらいます。これ、カージナルテトラよりでかいっすね。避難用水槽にいた南ヌマエビは、ほとんどプレミアムモス水槽に移動しました。なんか、ヤマトがチエビにちょっかい出すそうなんで、そうしてます。で、これ水槽汚いんですけど、相変わらずどんどん崩乱してるんで、急激に水質が変わらないように、壁面の掃除は1面ずつ、水替えの時にやってるんですね。水槽もちょっと小さいんで、メンテナンスも少し違うアプローチを試してます。ヤマトは体もでかいんで、エビじゃないと掃除しにくそうなこの水草を頑張って綺麗にしてもらいます。で、3日経って結構綺麗になったんで、植栽します。で、画面の通り、球根なんですよね、これ。これをそのまま閉まってる砂利に埋めるのって結構難しいんで、こんな方法で行ってみようと思います。まずプロホースより大きい筒を用意して、それを砂利に埋め込みます。で、プロホースを使って筒の中の砂利を吸い出して、球根を入れてから砂利を戻して、最初に使った筒を水草の方から引き抜いて植栽っていう感じです。うまくいけばいいんですけど、やってみましょう。で、家にあった使ってないプラスチックボトルの両端をカットして、筒を作りました。プロホースとはこのくらい径に差があります。この筒を目的の位置に埋め込んで、やっぱりおでが結構舞うんで、すぐプロホースで吸い込み開始です。筒の中の砂を吸って、手で軽く蓋をしてから、おでだけ流れるまで待って、この砂は周囲の流れちゃったところに持っておきます。で、何回か繰り返して、いい感じの深さになったら、テトライニシャルスティックを2、3粒入れて球根を配置です。この根っこもね、どうなんでしょうね。処理した方がいいんですかね。あんまり手入れたくないんですよね。とりあえずこのまま行ってみます。で、上からかける砂利は、プロホースのパイプにロートをつけて、ピンポイントで流し込みます。そして最後に埋め込んだパイプを丁寧に抜いて完了です。ちょっと砂が流れてしまったんで、足しておきました。完成の感じはまた最後に映像を出しますね。そして前回43番目の動画で消えたウィローモスのところが寂しいって言いましたが、このプレミアムモスネットを使ってちょっと試したいことがあります。で、これを三角になるように切って配置したらいい感じになるんじゃないかってずっと考えてて、うまくいったら結構レイアウトでいろいろ応用できそうなんですよね。カットして早速配置して、これはボツですね。まるでお好み焼きみたいになっちゃって、やっぱりこう、ふわふわって広がってくれるようなモスじゃないとダメみたいで、また今度、ウィローモスとかの再挑戦をしてみようと思います。避難用水槽もあるんでね。そして前回、ブセの花が咲きましたが、アヌビアス7も花を咲かせました。これ、ブセと7の花コラボですね。そしてスネークヘッドの様子も紹介します。最近お気に入りの場所が見つかったみたいで、この流木とボルビティスの間でのんびりしてることが多いです。で、ここによくいるっていうことは、排泄のタイミングもここが多くて、で、うんこが映るんで、閲覧注意です。っていうか、飼育してる人なら別に気にならないか。ということで、流木の上でプレミアムモスをベッドにしてうんこしてます。で、これよく見ると微生物が結構集まってて、やっぱり微生物大事なんじゃないかなって思ってます。ですが、ここ以外でもうんこしたり、バラバラに砕けたりもしてるはずなんで、目についたやつはスポイトで取り除いてます。で、これ結構楽しいんで、うんこがあると、おーっとか言いながら吸い取ってます。元気な証拠ですね。
水作マルチスポイトで取ってますが、吸い込むとこんな風に砕けちゃいますって、これご飯じゃないからこっち来てもあげないよこれ。サイズの方はお迎え時11センチほどだったのが今は13センチくらいになってますね。うちに来て実際の時間では3ヶ月くらいですが、体格も良くなってきてるし、しっかり成長してて嬉しいですね。そして給仕の様子です。いつものポジションにいますが、ちょっとなんかそわそわしてるっていうかもう待ってますよね。そして僕が入ってくると気づきましたね。もう完全に飯だって理解してます、これ。で、これが飯くれアピールです。最初の餌入れるまでずっとこうやってます。これがまたちょっとね、可愛いんすよ。この辺がスネークヘッドの人になれるっていうところかもしれません。で、今回はカーニバルあげてます。で、入れてる瓶については、後ほどツールワゴンの紹介でお話しします。で、給仕なんですけど、肉食魚はハンティングする習性があると思うんで、こうやって逃げるようにして、追わせて、本能的なところが衰えないようにしてます。これがどうなのかわかんないですけど、意味はそれだけじゃなくて、ここで追わなくなったら最低限の食欲が満たされたっていうことにして給仕をやめちゃってます。で、これ画面の方もう興味が薄れた感じが見て取れますよね。今回はカーニバル3つでしたが、この辺は結構日によって上下するんで、魚に合わせてあげる意味と、無駄に餌を入れて水を汚さないようにっていう感じです。で、量としてはまだ全然食べられるんですけど、食ったらその分大きくなるとは僕は考えてなくて、まあ人間と一緒で単にデブになっちゃったら色々問題も出てくるかと思います。で、自然界では毎日安定して餌が食えてるわけではないはずなんで、このくらいでも十分だと考えてます。でも夕方とか夜にあまりにも腹減った様子を見せたら、川エビを一つだけとかおやつで与えてますが、これも回数はすごい少ないですね。そして餌つながりで、ちょっとこちらのツールワゴンを紹介したいと思います。通常よく使うものはこのワゴンに全て収めてます。で、一番奥にはプロホースの L と、新しく追加した S をマグネット傘立てに入れてます。このプロホース結構収納しにくいんですよね。これ改造を考えてます。そして下段はバケツとかカップです。濡れたものを入れる感じですね。で、その上は箱があって、左は試薬関係、右は細かい新品のスポンジ関係入れてます。その奥にはタオルが置いてあります。最上段の手前には使う用のタオルとハサミとピンセットが引っ掛けてあります。奥の布をどかすとトレイが置いてあって、点滴用のチューブとかマドラーとかシリンジ、あとすごい小さい網も用意してあります。あとはプロレイザーとかスポイトとかの長物が置いてあって、手前は餌と添加剤系をガラス瓶でまとめてあります。で、上から見てすぐわかるように自作のステッカーを貼り付けてあります。インクジェットの耐水シートですが、半透明なのがちょっと残念ですよね。これ透明って書いてあったのに。そしてスネークヘッドに新しい餌があります。東京中野にあるショップマッカチンのオリジナル職人フードです。同じ餌をあげ続けるのも飽きるかなと思って、カーニバルと職人フード、乾燥川エビをローテーションであげてます。瓶の中は乾燥剤入れてあります。そしてこちらは液肥ですが、よく行く地元のアクアテイク E オリジナル総合栄養剤ワンダーグリーンです。最近これしか使ってませんね。で、このプッシュボトル、個人的に出口が下を向いてるのが好みなんですよね。斜めにして入れなくていいんで。で、これ今入ってる緑の方は エーハイム 4in1 です。で、この餌とか添加剤って袋に入ってたり、ボトルだったり、すごいまとめにくいんですよね。なんでこういう風にして使ってます。これが今現在の僕のアクアリウム環境です。ということで、人生初めての水槽が完成しました。実際の時間で言うと、構想と勉強も含めて1年くらいかかることになりました。どういうやり方をするかっていうのは人それぞれ考え方とか自分の生活スタイルとか目的っていうのが全然違うと思います。ど素人がやってきた内容を動画40本以上にわたって全てお見せしてきて、ある一つの道のりを見ることができるんじゃないかと考えてます。これが誰かにとってアクアリウムを始めたばっかりの頃を思い出したり、ちょっとだけ違う角度で人の考えに触れるっていう機会になってくれたら、とっても嬉しく思います。とにかく、こっからはこの水槽とずっとこのまま何年も付き合っていきたいと僕は思ってます。これから一緒に生活できるのが本当に楽しみです。では、今回使った金額です。クリプトコリネウェンティブラウン498円。
クリナムアクアチカナローリーフ2980円。水草クリーン537円。ヤマトヌマエビ10匹セットで657円。プロホースの S899 円。イケアのスパイス瓶、これが2つ入って299円を4つ買って1196円。イケアソープディスペンサー999円を2つ買って1998円。マッカチン職人フード 4.5mm 浮上性1771円。アクアテイク E ワンダーグリーン液肥ですね。1800円。ワンダーグリーン詰め替え用1480円。90センチスネークヘッド水槽完成までに26万7793円使いました。25万用意してたんですけど、少し足出ちゃいました。まあ、避難用水槽とかの出費もあったし、コスパなんて考え方をしたとしても、ショップの店員さんと仲良くなれたり、自分の希望を叶えるっていうのも、コスパのパフォーマンスとして僕は含むと考えてるんで、妥当な金額ですね。参考にならなくてすいません、本当に。さて、今回でこの水槽は終了となります。もちろん報告の動画も出したいと思ってますが、ここまでたくさんの方々に動画を見ていただき、本当にありがとうございます。それと同時に、情報発信をされている方々にも大変お世話になりました。本当にこちらも感謝してます。なんか終わるみたいな雰囲気出してますけど、YouTube まだやりたいこといろいろあるんで、これからも皆様よろしくお願いいたします。ということで、おっさんアクアシーズン1として90センチスネークヘッド水槽完成とさせてください。いやー、アクアリウムって本当にいいもんですねっていう水野晴夫みたいなセリフで締めたいと思います。それでは、また。